私たちみんな誰かの特別な人になりたいじゃないですか。だけど特別に扱ってくれなかったら、特別に憎しみを持ってしまうみたいな。それがあるってことはもうすでに無条件の愛ではなくなっちゃってるっていうこと。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今日はね、特別さとというテーマなんですよ。ホットなトピックですね。そうなんです。私たちみんな誰かの特別な人になりたいじゃないですか。まあ、彼の特別な彼女、歴代の彼女の中でも私が一番特別とか。そうね。あとは特別な VIP 扱いしてほしいとかね。そう。ここのレストランの私が一番特別なお客様とか、この先生の特別お気に入りの生徒とか、特別注目が欲しいとか、それから特別さをめぐって競争して、特別良くなれないんだったら特別悪くなってやるっていうのもあるよね。そうなの。普通になりたいって言いながら実はどっか特別でいたいのよね。そう。だからなんか弱かったり、引きこもってたりとか、与えられない。自分は弱いから特別に扱ってください。で、その人と話をするときにこの卵の殻の上をそろそろ歩いていかないとちょっと物が言えないとかありますよね。気を使っちゃってね。はい。とかね、私特別にいじめられたの。あるね。みんなのこの特別な被害者ストーリー。ある。でもってどのぐらい特別かっていうところで競争しちゃったりとかね、私特別に忙しいのとか。わかる。もうだからあらゆることが自分がいかに人と違うかっていうことで、特別さっていうことはありますよね。あります。でね、特別な彼女にせっかくなったら、今度は彼が特別な人のはずなのに、その特別な相手と競争したりとかね。終わってますね、私たち。なんかあとはね、尽きないニーズっていうのが出てくるから、特別に一回扱ってもらって、特別にスペシャルなレストランに連れて行ってもらったら、来年はもっと良いところとか、どんどんエスカレートしていく。そう。自分の中でもそういう若い頃にそういう時代があったなって思うから、ずっと同じレベルのレストランだといつまで大事にしてくれないのかなみたいな。昔は最初のうちはね、素敵なところでまあ素敵なと思ってたのに、だんだん慣れてきちゃうとね、ひどいもので。特別さって慣れるのね。慣れるのよ。何かしら特別さって。本当ね、刺激を伴うってことね。そうだね。まあだからリーダーシップのところの罠に特別さっていうのがありますけど、そのリーダーシップっていうのはこのデッドゾーンの角を曲がった時にこのパートナーシップで対等さを受け取って、それがフレンドシップっていうふうに自分のパートナーとの間で与え受け取ってるものはお友達にも提供できる。そうすると今度それがリーダーシップに行くと、お友達のお友達にも同じ性質を与えられるっていうふうに、大きな違いのゆえに、チャックさんが3段階に分けてベイビーステップを組んでくれた段階があるんですけど、そこの罠っていうのが自立ではいかに鎧をいっぱい着て、外側の名声とか、偉い人とか、それからお金の量とか、それから美しさとか、ね、かっこよさとか、シックスパックだとか、ね、いろいろなこの特別さをめぐって、私たちは外側をブラッシュアップしていくにもかかわらず、リーダーシップに行くと、それは特別さっていうのは罠なんだよって言って、ルールがガラッて変わりますよね。なるほどね。私たち自立している時っていうのは、なんだかんだ言って競争してますから、人よりも偉いとか、人よりもお給料が高いとか、人よりも美しいとか、下手したら人よりも忙しい、人よりも頑張ってる。なんか、何でもいいんだけれども、人よりもなんとかやってるところに、自分のアイデンティティとか、価値をね、見ようとするじゃないですか。で、きっと誰かよりもちょっと頑張ってる、ちょっとすごいと尊敬してくれるみたいに思って、それが愛される条件のように勘違い、大いなる勘違いなんだけれども、勘違いしてる道もありますよね。そう。あとね、この間うちのクライアントさんがおっしゃってたんですけど、それはそちらのこのご家庭の、歴代の集合的な無意識であられるんだなって伺ってたんですけど、その人よりも多く与えるっていうことで、我が家はうまく回ってたから、いつも人よりも多く与えることによって、その場にいられるんだって。
なるほど。だから与えるものがなくなっちゃうと、僕たちはそこにいちゃいけないって思うし、その与える量をやっぱりいつも人よりも多くしてないとダメだって教えられてきたから、兄弟間の中で僕が一番損してるんですよねって。なるほど、それも対等さの欠如ですね。特別さですね。特別犠牲になるっていうことで特別である。だから特別さと役割と、それから対等さの欠如っていうのは全部こうつながっていて、そこになんかこうニーズとか期待とか、ね、だからあなたが私を特別に扱ってくれていたら特別に愛されてる。だけど特別に扱ってくれなかったら、特別に憎しみを持ってしまうみたいな。そうね。確かに。だから簡単に翻るわけですよね。ひっくり返っちゃうよね。そう。それは寂しいよね。それは寂しい。ちょっと怖い話ですね。そうですね。まあよく愛憎って言いますけど、愛と憎しみって言いますけれども、本当に怖いですね。そう。で、また困ったことに、愛してたら分かるはずだっていう、また思い込みもあるじゃない？それはとても怖い思い込みですね。そう。で、結婚なんかしたら、自分の家庭はこのように育ったし、こちらのご家庭はこのように育っているから、年末年始とか、夏休みとか、お誕生日とか、記念日はこんな風に過ごすものだ。その常識が違うから、ぶつかった時に、あれ？で、それが愛してない理由になっちゃうと、とても怖いことになりますね。そう。で、それを強制されるのは嫌だから、自分の中では十分にやってるんだっていう言い訳と正しさが出てきて、すべてこの特別さをめぐる戦いになっていっちゃうし、なるほど。特別さをめぐる、まあその政治的な取引。あなたがこれをやってくれたら私を愛していることとしてみなすので、セックスしてあげてもいいわ。そう。上から目線になっちゃうからね。女おこぼれ頂戴したくないっていうね。だからやっぱり何なんだろうね。相互依存のこの特別さがない関係は対等だから、今日は疲れてるから、いつも自分がこれやってるんだけど、ここやってくれないとか、お願いができる。与えて受け取るっていう、その循環がそこにある。まあそれもね、あうんの呼吸でできるようになるのにはかなりの年月と葛藤の積み重ねが必要だなって思いますけれどもね。そうですね。大概は、ああお皿洗ったから拭いてくれると思ったのにとか、私は掃除機をかけたんだからあなたは洗濯物をやってくれると思ったのにみたいなところでがっかりを繰り返し、でもってそのがっかりを繰り返した結果として、きっと私のことを愛してくれてないからわからないのでっていう話になり、全部取引なんですよね。しかもその取引の内容があからさまになっていなくって、でもって隠れたところで自分の心の中だけで取引をしているから、相手にしてみるとどこで失敗したのかもよくわからないみたいなことになりかねないんですよね。意外とやっぱり与えて受け取るっていうコンセプトがみんなないから、学んだことが私も含めてないから、やっぱりそこで定量化っていうか計測できるものでこうね、愛を測ってしまったりとかするでしょう。見えるところで測ろうとするんですよね。で、大概はその見えるところって自分のニーズだったりするわけなんですよ。だから自分のニーズを満たしてくれる人は私を愛してくれてる人、まるで赤ちゃんの時に泣いたらおっぱいくれたら愛してくれてる、お母さんは愛してくれている、おっぱいくれなかったら私のことを見捨てたみたいなそのマインドの延長線上で愛を測ってしまうってことなんですよね。でもこれがいわゆる特別な関係ってビジョン心理学で言っている関係性なんですよね。特別さはやっぱりこの犠牲を生むし、競争を生むし、ずっとそこでこの戦いが展開していくわけですよね。でもそれが普通だって私たち思って生きてきてるから、その特別さを超えるっていうことを、まあ今日は一つ新しい視点なんですよっていうことについて一緒に考えていけたり、一緒に見ていけたりするといいなって思う。自分がどこで特別に扱ってもらいたいと思っているのか、そこは自分のニーズがあるところだし、自分が人に対して期待があるところでもあって、でも私たちはそのことに気づいてないから、勝手に心の中で期待して勝手にがっかりして、で愛が見えなくなっちゃってるかもしれないけれども、それはもしかしたら
私たち自身が特別に扱ってほしいっていうニーズに基づいてるのかもしれない。そうですね、だからやっぱりニーズが悪いわけじゃないから、相互依存だし霊的依存ってこの依存自立相互依存霊的依存っていう4段階がビジョン心理学の三角形にありますけれど、依存って言葉は入ってるんですよね、だからそのニーズに対する対処方法ということを、自分の理解とか、それを助けを求める方法とか、コミュニケーションする時のセットアップの方法とか、そのことを学んでいくっていうことだし、やっぱり特別な関係の時には絆がもう切れちゃってる感じがするかな。そうなんです。本人たちは絆があるつもりなんですよ。でも目に見えない絆ではなくて、絆が切れてるからこそ目に見える形で自分を愛しているっていうことを分からせてって思ってるんです。だからお家に早く帰ってきてくれたら自分を愛しているということにしておこうとか、電話が何回来たら愛されてる、 LINE は1日に何回来たら大丈夫とか、なんだかんだ自分ではなんかそんな基準を設けて自分を安心させようとしちゃうんですよね。でもそこのところで私がこれをやったんだからあなたはこれをしてくれるわよねってもうすでに取引が前提にあって、そうですね、それがあるってことはもうすでに無条件の愛ではなくなっちゃってるっていうこと、そこに気づけるといいですよね。そうだね、だからイエスっていうスペースもノーっていうスペースもあるし、でもお互いを傷つけ合わないで、お互いに理解を持ってつないでいくっていう、その努力はやっぱり双方に必要。双方に必要。両方でやっぱり気づくっていうことが必要だし、別にあなたとご縁を切りたいわけではないけれども、今日は疲れてて私そのニーズに応えられませんっていうこともあるよっていうコミュニケーションができるかどうかだったりとか、それが怖くて逆にできなかったとすると、そこにもうすでに絆がないんだから絆をつなぐっていう、そういうステップが必要になってくるよねってことになりますよね。あとは自分のニーズに対する対処方法を、もう長く一緒にいるんだから分かってるはずだっていうこともあったり、相手の方がニーディーに見えてる時っていうのは自分の場合を感じてくれてる可能性もあるから、そこでこれが自分だったとしたらっていうその人のパーソナリティというか、今起きている人間のこのね形をしたその人を超えたところで何が起きてるのかなっていうその視点を持つっていうこともまた一つかもしれないですね。常にパートナーは鏡であるっていうふうに思ってみる。もう自分が一番受け入れたくない姿をパートナーが見せてくれている、パートナーに限らないお友達だったり、それからビジネス相手だったりとか、同僚だったりとかが自分が一番見たくないものをもしかしたら見せてくれている。でもその時に鏡だって思えるかどうかって大きいですよね。大きいですね。でそこで鏡だと思えると、その関係性の中で踏ん張れる。踏ん張れる、でこの踏ん張れるが大事なんですよね。そこにこの待つっていうことも入ってくるからね。そうなんです。ちょっと待ってみようか、今日はいい日じゃないのかもしれない。そう自分に原因があるわけじゃないけれども、何か虫の居所が悪いのかなとか、自分だってそういう時はあるんだからあるっていうことですよね。でそこで鏡っていうところを使っていくってことですね。私だって放っておいてほしい時があるわとかね、もう一人でこもりたくなる時もあるわとかね、そういうふうに思えるといいなってことですよね。だからやっぱりさっきロミちゃんとねこの話をする前にお話ししてたのは、その気づくのが早くなってきたってロミちゃんがさっきおっしゃったんだけど、その自分がこういうことを感じてるんだなとか、こういう嫌な気持ちなんだなっていうことを自分に対してジャッジしないで気づいてあげて、ただそれを受け入れて。統合していくっていう、それがやっぱり女性性の方向性だけど、気づかないと切り離しちゃうんだよね。もうやだ、この人は自分を不愉快にさせる人だからいらないって。そうなんですよね。大体私たち不愉快とか不機嫌とか好きじゃないじゃないですか。で自分が不愉快だったり不機嫌な気持ちになってしまうと、ついつい相手のせいでそういう気分になってるような気持ちになるから、だからその不機嫌な状況を作っちゃった人とか不愉快な状況を作っちゃった人を責めたくなっちゃうんだけれども、同じ状況でも不機嫌にならない人もいるし、不愉快にならない人もいらっしゃるわけなんですよ、残念ながら。なので不
不機嫌になった、不愉快になったっていうことで相手を切り離すのではなくって、でもって自分を自己攻撃するのでもなくって、ああ今自分はこういう気持ちでいるんだなっていうことに気づけると、ちょっとごめんね、一人にしておいてほしいんだけど、今ちょっとあまりいいムードじゃないのよねっていう説明ができる。そうですね。でそうすることによって関係性っていうのを無用にばたつかせなくても、その不必要な喧嘩を避けることができる。やっぱりその関係性の目的っていうことについてチャックさんがどっちだったかな、アプレンティスかシンガポールかどっちかちょっと忘れちゃったんだけど、その関係性の目的っていうのはこの関係の中でお互いのこの自己概念を溶かしていって、で何も抵抗とかそういうものがない状態を作るためにパートナーシップ関係性はあるんだっていうところがあったんですね。でそれはなんかすごく響いて、もう基本なんか人をね、その人をジャッジしている時っていうのはそのパーソナリティに向かってジャッジしてるから、その人が何者なのかっていうことを、どうしてこういうことを差し出してくれてるのかっていうことがよしにつけ悪しきにつけ分からなかったりするから、そこでジタバタ私たちが関係性の中で何とかしようって相手を変えたくなっちゃうんですよ、私たちって。なんか自分が見たくないものを相手が見せてくれてると相手を変えたくなる。そう、やだ見せないでお願い、私それ見たくないからあなた変わってって言いたくなっちゃう。あっち行っててみたいなね。そうだね。そうなんです。そうですね。私はノイローゼっていう言葉が好きでね、ノイローゼが好きなわけじゃないんですよ。だけど誰しもがちょっとノイローゼ的な部分を持っている。誰しもなんかそういう癖があるってことなんですよ。みんな何か癖がある。あるある。でその癖のことを、ちょっとノイローゼみたいな言い方をすると、誰しもそういうふうに、あの人ちょっとここのところのこだわりが強いよねみたいな癖をお持ちでいらっしゃって、でもそれがその人の人格を決めてるわけでは実はないんだ。だからその癖に引っ張られてその人を見るんじゃなくって、その人の本質にあるものはその癖の向こう側にあるから、癖をちょっと垣間見るような感じでその人の本質を見れるようになると、本当の意味で心がつながるような関係性が持てる。でご夫婦になるとか、そのビジネスパートナーになれるとか、そんな普通以上に親密で近い関係になれるっていうことは、ある意味その癖をかき分けた向こう側のその人の本質に触れられるチャンスがあるっていうことでもあって、それってそこまでできたら結構ラッキーなんじゃないの、本当に幸せなんじゃないの、そういうのを絆って言うんじゃないの、で家族とかパートナーとかビジネスパートナーっていうのは、そういう絆を作る、築き上げるチャンスをくれてる人たち。あえて嫌な役を引き受けてくれてる可能性もありなわけですよね。せっかくだから、そういう垣間見て、その癖の向こう側にあるその人の本質に触れられるようになるといいですね。楽しいかもね。より豊かな関係性っていうのを見つけられるかもしれない。ね、それを目指すっていうのは良いことですね。ですね。特別に自分のニーズを満たしてくれないからあなたが悪いんだっていう生き方なのか、自分の癖があるからなって。そうなんです。私もごめんなさい変な人でとかね、変なところにこだわっちゃってごめんなさいみたいに、ごめんねもうここは譲れないんだよっていうそこをこうかき分けてお互いがお互いのニーズをこう安全に満たしていくっていう、そういう風にしていくと戦いっていうのがなくなっていいですよね。平和になれます。ね、今日は特別さについてお話ししましたけど、ぜひ2026年はそうですね、そんな特別さの関係を超えて、もうちょっと絆っていうものを結び合える年にできたらいいですね。ね、年末年始またそういう特別な関係が出てくるかもしれないけれども、それもちょっとね楽しんでサーフィンできるといいですね。皆さんの年末年始がいい時間になりますように。ありがとうございます。それでは。